こんにちは、トバログです。今日はこのマリメッコのエップっていうバックパックについてちょっと簡単に紹介しようと思います。で、このバックパック結構面白くて、今持ってる状態はトートバッグっぽいんですが、後ろはこういう風になっていて、でこうやって伸ばすとこうやってここに肩を通してバックパックとして使えるっていう面白い構造のバックパックです。このバックパックを購入したのはフィンランドのヘルシンキっていう街で購入していて、で去年僕2週間ぐらい10月とか11月ぐらいにフィンランドのヘルシンキの方に行ってたんですね。で僕もともとマリメッコってそんなに興味がなかったんですよね。例えば日本だとこういう花柄の生地とかを使ってて、どちらかというと男性向けっていうよりは、女性向けのブランドなのかなって思ってたんですけど、実際にヘルシンキに行ってみると結構みんなもう無印良品かのようにマリメッコの道具を使っていて、例えばリュックとかあと折りたたみ傘とかを使ってる人がすごい多かったんですよね。でそこで一番見かけたのがこのバックパック、エップで、若い女性から高齢のおばあちゃんはもちろんなんですけど、街中でも割とね男性がコートとかこういうシャツとかちょっとだけこうカチッとした服装に合わせて背負ってるのが印象的で、このバックパックめちゃくちゃかっこいいなと思って購入したのがこのエップでした。で日本でマリメッコっていうとこういうバディっていうお母さんとかがよく背負ってるようなリュックサックがすごい、人気というかベーシックなラインだったりして、マリメッコでリュックといえばこれを思い浮かべる人もすごい多いと思うんですけど、ヘルシンキではさっきのバディとかメトロってあんまり見かけなくて、意外とこのエップが主流だったりするっぽいんですよね。ヘルシンキにマリメッコの本社があるんですけど、その本社の中にアウトレットがあるんですね。マリメッコのアウトレットショップがあって、日本で買うよりも本当3分の1とか半額ぐらいでいろんなマリメッコグッズとか生地とかが購入できたりするんですが、そこでこのエップっていうバッグもちょうど売っていて購入したっていう感じです。僕購入したのはヘルシンキだったんですけど、もちろん日本のマリメッコのショップとか、オンラインショップでも売っていて、日本だと確かね3万3000円プラス税とかで結構高めなんですが、ヘルシンキで買った時は1万8000円ぐらいでしたね。ちょっとね日本の方が高くて、3万円超えるバックパックってなかなか買いづらいかなとは思うんですが、意外と街中を歩っててもこれ背負ってる人ってほとんどいないし、何よりスタイリッシュですごいおしゃれなんで、個人的には3万円でも買いなのかなとは思っています。今回はそんな感じで、このマリメッコのエップのどういうところが気に入ってるかとか、実際に数ヶ月使ってみて気になったポイントとか、どのぐらいのものが入るのかみたいなところをちょっと紹介していこうかなと思います。はい、こちらが僕が普段エップと一緒に持ち歩くバックパックの中身です。そんなにここの街が幅広くないんで、あんまり重いものを持ち歩くとちょっと肩に負担がかかってしまうんですが、基本的にはこんな感じの持ち物をだいたい持ち歩いています。ポーチとか、あとiPad ですね。最近はこういう状況なんでほとんど外に出てないんですけど、去年とかだったらだいたい iPad だけを持って打ち合わせに行ったりしてました。Nintendo Switch とか、あとはチッカガリウムの 60W の充電器があるんで、これとかを入れていますという感じですね。街がそんなに広くないんで、あんまり持ち物パンパンに詰め込んでしまうとこれが丸くなってしまって、一応入るは入るんですけど、見た目がちょっとやぼったくなってしまうんで、基本的には薄いものばっかりを入れています。すごい機能性とかにフォーカスしていくわけではないんですけど、素材感がすごいいい感じなんでちょっと紹介していこうと思います。まず見た目ですね。見た目はもうスクエア型のシルエットで、最近こういう四角い形状って流行ってると思うんですけど、マリメッコのこのエップに関してはずっともう数年前からこういう感じで統一されている気がします。素材はここが本当にヌメ革というか、今も日焼けでちょっと茶色っぽいんですけど、購入した時はね本当に肌色っていう感じでした。今はオレンジっぽい感じに経年変化しています。こういう経年変化が楽しめるんで割と面白いですね。近づくとわかると思うんですけど、表面素材は黒く染色されているキャンバス地を
使用しています。なので結構長く使っているとだんだんこれが変色して白っぽくなっていくっていうイメージです。今僕は真っ黒なんですが、フィンランドで見かけた長く使ってる人とかは結構色落ちしていた気がします。で正面のここにそんなに主張が激しくないマリメッコっていうロゴがついています。マリメッコっていうとやっぱ生地の柄とかでインパクトがあるイメージなんですけど、これはかなり落ち着いてシックな感じなんで個人的にはそこが気に入っています。で背面はこんな感じになっていて、ここの金具でこの長い革紐を押さえることで、トートバッグとしても持ち歩けるし、こう引っ張るとバックパック的な感じでも使えるっていう構造になってるんですね。背面のこの辺に金具とかでこう紐の長さの調節をできたりします。ちなみに表面もあるんで結構細かく調整できる感じですね。でここのファスナー部分なんですけど、ギザギザ感が強いなんか粗めのファスナーを使ってるイメージです。で街を見ていくと基本的に何も物を入れなければかなりもう本当に薄い形なんですが、一応街は結構広いです。こうやって見るとなんかちょっと三角形になっている感じで、こう下の方が街が割と広くて結構荷物が多めに入る感じですね。実際ヘルシンキとかで小さい赤ちゃんを連れたお母さんとかもこのエップのバックパックを使ってて、そういう人は割とこうパンパンに荷物を詰め込んでこれで外出してベビーカーを押してるっていうのをよく見かけました。でポケットをちょっと見ていこうかなと思います。ポケットなんですけど、この真ん中に浅めのポケットが1個ついていて、15センチぐらいの深さになっているポケットが1個あって、でここに1つと、あとこっち側に1つ、袋状のポケットが備わってるっていう感じですね。なのでここ結構ね広めなんで、意外とポケットのサイズが大きいんで、例えばこういう僕が普段使ってる15インチ MacBook と、あと国立商店っていうところが出しているこのスリーブケースを合わせて意外とすっぽり収まるんで、16インチ MacBook ぐらいだったらいける気がしています。割と幅広くいけるけど、街のあるものは入れづらいっていう感じのバックパックですね。で表面にもポケットがついていて、こちらはファスナーとか特になく、ここの留め具ボタンでこうカチッと留めるタイプのものですね。なのでちょっと背負ってる時に盗まれたら困るものとか貴重品とかはあんまり入れない方がいいんですけど、例えばこういうポーチにこんな感じのアルコールジェルとか、こういう感じのハンドクリームを入れて、ここにこうスポッと入れるとものすごくちょうどいいのかなと思っています。基本的にはこんな感じかな。すごくマチがあるタイプのバックパックではないんで、結構ね持ち歩くものを選ぶというか、サイズは大きくてもあんまりマチのないファイルとか、書類とか入れて持ち歩くのには適してるのかなという気がします。で何よりこの見た目ですよね。黒とヌメ革のこのなんかバランスというか、四角い形状もすごい気に入っているし、例えば白シャツとかとも合わせるのはもちろんなんですけど、ちょっとしたベージュ系のコートと合わせてみたりとか、あと違う色のシャツとかと組み合わせてもいいんで、春先とか秋口とかにかけての季節とかで結構使いやすいバックパックなのかなと思っています。普通のキャンパス地で防水性能とかないんですけど、防水スプレーとかをかけて汚れからこうガードするとかもいいかなっていう感じですね。でそんなにこうトートバッグモードとして使うことはないんですけど、一応なんか出先でバックパックっていうのは恥ずかしいなっていうシーンとかだと、トートバッグとしても使ったりしています。いいところと悪いところを簡単にまとめるとすると、まずシルエットがめちゃくちゃいいっていうのと、この風合いとカラーリングがすごく好きだなっていうのと、意外と MacBook とかも入るっていうところが結構ポイントですね。で逆にちょっと気になる点で言うと、やっぱりマチが薄めなんで、あんまり物を入れすぎるとこうパンパンになってしまって、背負った時のシルエットが崩れるっていうのが結構気になるところと、あと普通のキャンパス地で真っ黒い素材なんで、例えばハンドクリーム塗ったばっかりの手で触ってしまうと、ちょっとしたここにちょっとあるんですけど白いシミになってしまうとか、ホコリっぽいところに置いておくとすごいホコリがつきやすいんですね。だから結構ね頻繁にこうブラッシングしてあげないと、なんか猫飼ってる人とかかなり要注意かなっていう感じです。
それぐらいかな。あと価格帯的にはちょっと高めなんで、日本で33,000円ってかなり高いと思うんですけど、2万円とかでもし売ってたら購入してもいいのかなっていう感じですね。それぐらいだと思います。基本的にはすごく気に入っているバックパックです。はい、というわけでこのマリメッコのエップというバックパックについて紹介してみました。かなりね、見た目とかこのトートバッグにもなって、しかもこのバックパックにもなるみたいな、こういう形状とかはすごい気に入っていて、一方であんまり大きいものを入れるとちょっとシルエットが崩れてしまったりとか、あと経年変化というか、やっぱりキャンバス地の色が太陽で褪せていくっていう感じとかもあったりして、毎日使うっていうよりかここぞっていう時に使って、大事に使いたいバックパックだなと個人的には思っています。スクエアのシルエットは結構かっこいい感じなんですけど、風合いは実際に見るとナチュラルっていうイメージがあって、こういう素材感とシルエットのバランスもすごい好きだなと思っています。気になった人はオンラインショップでも購入できるし、あと店舗今やってるかわかんないんですけど、一応日本の店舗でも売ってたりするんで、よかったらチェックしてみてください。あとトバログではこの動画の他にも人のカバンの中身のインタビューだとか、他のもっとミニマルなバックパックをレビューしてたりもするんで、よかったら他の動画もチェックしていてください。それでもし気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。